あなたはアイドル、それともお菓子職人。ネクステに配る50人分のクッキーを作ったと思ったら、次は200人分のガトーショコラを作る我らが顔面国宝。ネクスジの顔面国宝こというは、超絶イケメンにもかかわらず料理や掃除が得意なネクスジのママ役。ネクスジを歌番組で知った方は、きっとこの人美術担なんだろうな、なんて思っただろうけれど、実際はママ役でもあり、お笑い担当でもあるネクスジの長男なんです。何でもできちゃうゆうはメンバーの食事の準備や宿舎での家事も完璧。なんと最近では徹夜でお菓子作りをしてペンサで振る舞うという、この人本当にアイドルなことをしているとか。そんなアイドルの常識を超えたネクスジのヒョンユウについて紹介します。ネクスジを最近知った方だと、この人めっちゃイケメンだなという見た目の印象が強いんじゃないでしょうか。それもそのはず、マンバズ経験もした圧倒的イケメンのユウ。ブレイクダンスもしているので、腕の筋肉ムッキムキなので衣装でも二の腕を出されがち。ブレイクダンスをした後も美女が顔面国宝のまんまなのはなんで。どこで画像を止めても絶対自己画にならない男、それが富安。こんなバリバリのマッチョイケメンがお菓子作りとか、にわかに信じられないんですが、そんなギャップが最高に魅力的なユウです。オーディション当初からユウが料理をする姿はたくさん映し出されていたので、気になっていた方も多いはず。特に印象的だったのがニジプロ2のグループ審査で、メンバーとコミュニケーションを図るために料理を振る舞っていた姿ではないでしょうか。この時作っていたのは、ソーセージ卵チャーハンとピリ辛野菜炒め。手際よく作っていくユウを見ると、こりゃ普段からちゃんと作ってるんだな、というのがよくわかる。めっちゃ美味しそうな料理に、春が食堂と同じくらい美味しい、と褒めちぎる。作った料理を美味しいと言われ、とっても嬉しそうなユウにこっちがキュン。この時から春はユウに胃袋つかまれちゃった感じかな。オーディション当初、ちょっとチャラく見えたユウの印象がかなり変わった瞬間。ギャップ萌え。そしてこちらはリール動画で紹介された休日に作ったユウの料理たち。見たところ、混ぜご飯、肉うどん、餃子、チャーハン、麻婆豆腐、チーズケーキ、マスカットケーキ。待っても料理が好きですの域を超えちゃってるんですけど、全部美味しそうだけど、特にケーキのクオリティがケーキ屋さんレベルじゃない。これはちょっと料理が得意な男の子って感じじゃないぞ。マジだぞ。またネクスジの Vlog ではみんなでバーベキューをする様子も。バーベキューで一番大切な料理長役はもちろん富安さん。今回それぞれの役割は、ユウがフレンチトースト担当、春が焼きおにぎり担当、トモヤ、ヒュイが焼きそば担当、ソゴン、ユウキが肉&野菜担当、セイタがお皿の準備、皮むき担当。セイタは料理が本当に苦手そうだったけど、自分ができることをやろうという姿勢がマジで押せる。そんなこんなでそれぞれうまく役割が決まり準備が始まったんですが、結局ユウはみんなをまとめるのに大忙し。基本的にみんな集中して準備をしてるんですが、所詮は10代男子。お約束のようにちょこちょこつまみ食いするよね。お肉も美味しかったけど、今日一最高だったのはユウのフレンチトーストだったみたい。レストランよりも素敵だなんてさすがすぎるユウ。フレンチトースト美味しそう。大人数でバーベキューするとき、料理上手なメンバーがいるのってほんと助かるよね。ユウママとわちゃわちゃする子供たちっていう構図が最高に可愛かった。そしてともやの Vlog では、ユウとともやでお弁当を作ってメンバーとピクニックをする様子も。2人で協力して美味しいお弁当ができたみたい。卵焼きをハートにする技術を知っているユウが本気で女子としか思えない。オムライス、卵焼き、ハンバーグ、おいなりさん、ミニトマトとめちゃくちゃ女子力高いお弁当。オムライスにケチャップで文字を書く10代男子がもはや JK に見える。それにしてもみんなで夜ピクニックをするって発想がもうエモい。ユウとともやの手作り弁当を持ってピクニック、噛むば前のいい思い出になったでしょうね。そんなユウママ、食事系からお菓子系まで何でも来いな感じなんですが、以前ネクスティのために50枚のクッキーを作っていたことも。推しの手作りクッキー食べれるのやばすぎません？練習や歌番組の出演で大忙しだろうに、ファンのために徹夜でクッキー作りまでしちゃうなんてすごすぎません？あれだけの量を作るだけでも大変なのに、一つ一つに少なくてごめんねってメッセージまで書くのいい人すぎないか？富安絶対いいやつだよ。それにしても制作過程まで動画にしてくれるのは嬉しいですよね。ユウの愛を感じる。この時他に作ってもらいたいお菓子はありますかと言っていたユウ。
それが次回のネクスティへのお菓子プレゼントの伏線だったとは。そしてやっぱり来た、またまた YOU のプレゼント企画。なんと今回はクッキー50枚を超えてきた。なんとガトーショコラ200人分。もはやアイドルではなくてお菓子職人レベルなんですけど、信じてないわけじゃないけど、さすがに200人って量が多すぎるんじゃって思ったら本当に作ってる。今回の富安チャレンジは本気だぞ。本気を感じる。中がとろーり系だったので、ネクスティの間ではチョコテリーヌ、いやブラウニーではといろいろ噂が立ちましたが、正解はガトーショコラでした。本格的すぎる。噛む場で大忙しなはずなのに本当にすごいよ YOU。写真と一緒にインスタに投稿された YOU からのメッセージもネクスティへの愛がたっぷり。ネクスティガトーショコラ美味しかったですか？前回とは別のものを作りたくて挑戦してみたんですけど、思った以上にうまくできたかなと思います。また機会があったら作りますね。もらったネクスティは絶対に嬉しかったはず。YOU の次回作にも期待ですね。もはやお菓子職人の域に達した YOU。X での反応はどうだったのでしょうか。 YOU の手作りお菓子、今回はブラウニーみたいです。前回はクッキー約50人分、今回は約200人分作ったぽい。次はもっとたくさん作ります。言葉通りネクスティに愛たくさん伝わったよ。もしかして富安のソロ Vlog はブラウニー作りか。読みたいそれ。富安のクッキングは優しさが溢れてて大好き。ブラウニー食べれた人幸せだろうな。富安ってなんて優しい人なんだろう。ブラウニーじゃなくガトーショコラ。そういえばタネクスティの実食画像では生チョコ感があったね。私もその画像を見た時に現地ネクスティの言ったブラウニーなのかだんだんと自信がなくなり騙された。とにかく YOU のスイーツはうまいんだ。忙しい中状況が大変な中、ネクスティのためにチョコテリーヌ、ブラウニー200人分も手作りして本当に感動した。心から尊敬してる。最高の推し。今日も死ぬほどかっこいい。クッキーの次はブラウニー、しかも200個って普通でも大変なのに忙しいカムバ中にさ、ファンのためにさ。私は富安という男を推せて幸せです。ありがとう。感情爆発。やっぱりブラウニーだかテリーヌだかでネクスティも迷走していますが、見た目も味も最高な YOU のお菓子。もらえたネクスティは幸せ者すぎる。クッキー50枚、ブラウニー200個ときたら次は何が来るか楽しみすぎますよね。でも50人分から200人分に数が増えていってるのはネクスジの人気の表れでもあるのでは。なんなら次は1000人分とかになっちゃうんじゃ大丈夫か YOU よ。次の YOU のお菓子イベントも交互期待。そしていつか YOU のレシピ本やコラボしたお菓子が販売されることも切実に期待しています。運営さんチャルプったっけよ。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。